はい、皆さん、こんにちは。前回の動画ではですね、この幸運期のラブレターを何度もばらしては組み立て、とことん掃除してですね、もう絶対に詰まりはないということを確認しました。そして、イグニッションコイルもね、なんか弱いような気がしたので、交換してみました。そしたらね、電気もかなり強くなって、スパークもおそらくちゃんと飛んでると思います。そして燃料フィルターの方は手に入らなかったので、外付けでね、燃料フィルターを取り付けて、ゴミのキャブレターの方に行かないようにしました。もうこの状態ならね、エンジンがかからない方がおかしいんじゃないかなと思うぐらいなんですけどね、エンジンは一向にかかりません。そしてたまにしか火花が飛ばなかったあの弱いイグニッションコイルの時からですね、イグニッションコイルの調整も何度もやってたためにね、こんなことになってしまいました。ここね、あんまり緩めたり締めたりしとったら、ちょっとね、閉まらなくなっちゃいました、もエンジンがアルミなのでネジ山が潰れてね、もうネジが止まらなくなっちゃったんですね。このままではね、イグニッションコイルがずれちゃうので、ネジ穴を補修したいと思います。まずはドリルで穴を広げます。そして広げた穴にタップでネジを切っていきます。う。これ邪魔やな。そしてネジを切った穴にネジ穴リペアキットについているスプリングをねじ込んでいきます。よいしょ。抜けへん。抜けました。一番奥のあれをピンを折らんとダメなんですよね。折れた。で、どないしてとんのあのピンが。折れるかな。よし、これでとりあえず止めてみるか。はい、これでネジ穴リペア完了。元のネジでね、これでしっかり止まると思います。そしたらイグニッションコイルをね、隙間にこのビニール挟んでね、調整しながら取り付けていきます。Ideas and tools, they move in perfect sync. Lost in creation, I forget to think. Even a single screw, a bolt so small, has a story to tell. 飛んでるよな。 Standing proud and tall. With every motion, my spirit takes 大丈夫。 small miracle. 緩んでない。そしてカツカツで隙間も0.3ミリ
ぐらい。大丈夫やな。そしたらスターターロープとカバーも戻していきます。火花、運動用に見えんねんけどな。そしたらラグも戻してエンジンかけてみます。なんか、何が悪いんやろ。ん？あれ？これエンジンが吸気の方すっとうような気がせえへんな。キャブレターはもう何遍見ても大丈夫やし、エアーのフィルターも掃除してエアー入るし、燃料系統もタンクも全部掃除して大丈夫でしょ。で、イグニッションコイルもスパーク飛んでるし、プラグも変えたし、あとはエンジン本体っすよね。もうどう考えても、なんか吸気が吸ってないような気がするんで、バラすしかないのか。燃料タンク下ろします。よいしょ。そしたらエンジンヘッドカバーから開けていきます。これね、ガスケットが綺麗に取れません。これや。エンジンがかからない原因が分かりました。吸気バルブが動作していません。こいつが、ロッカーアームからこの棒がね、外れちゃってますね。そりゃバルブ開かないわけですわ。なんでこんなことなったん？こいつはなんで、これ折れてんのか？はっはー、これですわ。ロッカーアームを動かす棒がね、曲がっちゃってますね。ほら、エンジンかかれへんはずや。吸気しておれへんねんもんな。これはなんていう部品なんでしょう。これって、戻すだけでいけるかな。ちょっととりあえず、これの部品があるかどうか。今ちょっと調べてきました。これ名前はプッシュロットっていうらしいんですけど、まあそうですよね。まあ言われてみればそうなんですけど、これ部品ちょっと見当たらなかったです。じっくり調べたらね、あるのかもしんないですけど、ちょっとすぐに見つかるものではありませんでした。しょうがない。伸ばしますか。で、ここのね、ヘッドカバーのガスケット。これは普通に安くて売ってました。これね、こんなことなってもね、一回開けとうよね。
ここ挟み込んじゃって、一回開けてますな。で、多分、これ、修理代が高くつくから、諦めて掘ってたんかな。ということですね。なんとかしたい。もうお金かかってるんでね。無駄になっちゃうんで。もう、ほんまに。よいしょ。そしたら吸気バルブをばらしていきましょう。スプリングを外してもバルブ開かないですね。全く動かんな、こりゃ。ラスペネ。ちょっと隙間に浸透させます。ラスペネさしてもびくともしないんでね。シリンダーヘッドを外して内側から見てみるしかないかもしれないですね。これってシリンダーヘッド外れるんかな。シリンダーヘッド外すか。シリンダーヘッド外したらまたここのガスケットがいるよな。よいしょ。エンジン真っ黒。エンジンに甘いもんでも食べさせたような感じですね。はい。こいつですわ、固着してんの。見事にくっついてますな。ちょっとこれ剥がしましょう。これガスケットいけるかな。なんかこれはいけそうな感じがしますね。知らんけど。そしたらラスペネ、これこれがね一番浸透しやすいらしいんで、このねバルブの隙間にこのラスペネを浸透させて外れやすくしようということでございます。カーボンでね固着しとんやと思うんでね。よし、そしたらこれで、おそらくね一晩とか置かんとダメらしいので、今日の作業はここまでということでちょっと片付けます。一応ねこのプッシュロッド伸ばしてみました。ね、微妙な歪みでもぐしゃっといくかもしんないですよね。高速で動くんでね。これ部品ちょっと探した方がええよな。やっぱりちょっと歪んでるもんな。もうちょっと修正してみるか。雨が降りそうになってきた。これ雨に濡れたらあかんからビニール袋をかぶせて、これでちょっと紐解きます。これラスペネ漬けにして3日ほど経ったんですけど、これバルブね固着して動かなかったやつが完全にこれね、ほらもうカーボン溶けてね取れます。はい、ちゃんと抜けてよかったね。そしたらバルブやエンジンのシリンダー内にかなり溜まっているカーボンを取り除いていきます。
これ一応全部取らんとダメでしょ。どうやって取ったらええんかな。このガスケットの表面に塗ってあった塗料みたいなやつね。これが残ってるとちょっと段差ができてね、今度ガスケットがうまく機能しない可能性があるんで、全部取らないとダメだと思うんですよね。ここ組んでみるか。はい、そしたら吸気バルブ戻していきましょう。こんな感じ。でこっちのガスケットはね、来たんですよ。こっちのガスケットはね、いっぱい売っとったんですけどね。またこれ変かな。なかなか汚れが。ガスペンの方がよう取れるかな。取れるかも。このガスケットもね、交換の準備を。これは簡単に取れましたね。はい、ヘッドカバーに残ってたガスケットのかけらとかをきれいにしていきます。こっちはこんなもんでいいでしょう。あとはシリンダーヘッドのね、ガスケットをどうするかですよね。こっちもね、結構残ってるんすよね。これみんなどうやって取んねやろ。これ取らないとやっぱ段差があるもんな。段差があるんすよ。シリンダー側のね、シリンダーヘッドのガスケットの乗ってた部分ね、そこにもガスケットの塗料のようなものがね付着して結構段差があるんで、それも取り除いていきます。この縁ね、これで綺麗になったと思います。これでいけるかな。なんせね、ガスケットが手に入らないので再利用なんですよね。なんとかねいければいいんですけどね。シリンダーヘッドの金属ガスケットね、これステンレスなんで、これは比較的簡単にね、この鉄の刃で削っても大丈夫なので、比較的簡単に取れます。さっきのエンジンの方はね、アルミだったので、結構苦労しましたけどね。これこう、いろいろ厚みというか、成形してあるんかな、ちょっとデコボコになってて、それによってパッキンというかガスケットの効果を上げてるんだと思います。でね、これガスケット再利用本当はダメなんですけど、どうしてもない場合にガスケット再利用する、その時に表面に塗るね、金属製のスプレーみたいなものがね、売ってたんで、それを買ってみました。うまいこと言ってくれるとね、いいんですけどね。当然、こんなん使うの初めてなんで、うまいこといくのかどうかわかんないですけど、今までエンジンといえばね、ラジコンのエンジンぐらいしか触ったことがないので、果たしてうまいこといくのやらどうやらわかんないですけど、とりあえずできるだけのことをね、やってみたいと思います。まさかね、こんな重症だと思ってなかったんで、どうせキャブの掃除したら動くんだろうとね、簡単に考えてたんですけど、運用は今日は下ろしてくれませんでした。まさかね、バルブが固着してプッシュロッドが曲がってるとかね、そんなに重症だとは思ってなかったんですよね。これで綺麗になったでしょう。一体取れたかな。輪っかはまだだいぶ残ってました。はい、これでいけたかな。はい、そしたらね、このガスケットの表面に塗る金属のスプレーね、これが来るの待ちですわ。それでね、うまいこと言ったら、これで治ると思います。そういうことですね。シリンダーヘッドのガスケット用液体金属スプレー届きました。まずは脱脂。そのスプレーを塗る前に、まずガスケットの脱脂。そしたら、これね、対ガソリン、カッパー耐熱スプレーガスケット。これを塗っていきます。これはめっちゃ混ぜてくれと。30秒置いて2回と。まんべんなく塗れたかな。ちょっとここが。
はい、そしたらちょっと乾くの待ちましょう、表面ね。両面ね、とりあえず塗りました。とりあえず乾くのを待ちましょう。バスケットができたと思います。そしたら、ガスケットを組んでいきましょう。よいしょ、シリンダーヘッド。ゴミついてないかな？大丈夫かな？プッシュロッドを先に入れといた方がいい。再生したプッシュロッドやロッカーアームも合わせてシリンダーヘッドを組み付けていきます。これがちょっと緩いな。雪側のロッカーアームの組み付けがちょっと緩いですね。これ以上閉まらない。ということはどういうこと？こっちも閉めなあかんのか。これを緩めて、こっちを閉めるってことか。10何ミリ ?14 ミリぐらいか？これぐらい。はい、これでいい感じの締め付け具合になりましたね。バルブも気持ちよく動いてくれてます。そしたらシリンダーヘッドはトルクレンチでちゃんと締めときましょうね。結構硬く締まっとうけど、カチンって言えへんな。いった。よし。そしたらヘッドカバーを戻していきます。このヘッドカバーのガスケットは新しいものです。はい、そしたらエンジンも元通りになりましたんでね、他の部品も全部組み立てていきます。Tomatoes in their red and the cucumbers I weave on an autumn night upon our table spread the harvest of our toil and the life we've safely led. Rise up now, my red warrior of old. I'll set you running free. プラグさして、アースつなぎます。そしてスイッチの線つなぎました。これでどうよ。さて、そしたらこれでいけるかな？チョーク引いてスイッチオン。まだ燃料が回ってない？もう一回ヤブ外してみます。吸ってんな。今度はちゃんと吸ってんで。かかるじゃん。
556かけたらかかるやん。サブか、やっぱり。何が悪いんやろな。サブがまだどっか詰まっともうね、キャブの掃除は散々やってね、中にも燃料が出てくるのをちゃんと確認してるのでね、大丈夫やと思うんですよね。ただ、さっきは燃料がここまで来てなかっただけだということを信じてね、もう一度組み立ててエンジンをかけてみたいと思います。よっしゃ。はい、バッチリです。グッドボタンちゃん。はい、エンジン無事にかかりました。これで夏野菜間に合うかな。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルにアップしています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。 Something new's about to start beneath the sky.